正しいハンドリング直線編。ああ直線か。そう直線の方が一番難しいんやもん。あカーブなんか多少は幅のどさくさあっても、カーブって意外と目立たないけど直線で縫い代幅揃ってるのものすごい分かるよね。あ。おお。直線ほんとごまかしきかない。今地縫いしてるんですよね。そうですね、実践編ですね、今度は。直線の場合は私も以前ちょっとこれね大雑把に直線に切っちゃってるんで、幅がちょっと少し出入りはあるんですが、なるべく1センチに合わせて、縫い代幅きれいに縫ってちょっとデモに使ってみたいと思います。なるべく揃えていただいて、お手元を軽く持っていただく。で前も必ずこうつまみ方はねどうでもいいんですけど、本当1センチをきちっとキープして、この針のちょうど真ん前を本当引っ張るのが6とか7割で、本当後ろ軽くこのロックでもちょっとね軽く寄ってますので、ロックの軽く寄ってる部分を引っ張ってフラットにしてあげるじゃないですけど、この状態で縫ってあげるといらないパッカリングが増えないので、必ずこうちょっと引っ張って。縫製工場なんかでよく言うんですけど、本当息止めて縫えとか言って、あれってねあながち間違いじゃないんですよね。ミシンって踏み始める瞬間にグッと出てったらやっぱりそこで一気に糸テンションかかっちゃうんで、目調子がその瞬間きつくなりますので、できればこうソフトにで加速、これが一番本当は理想的な踏み方なんですよね。なるほど。一気にガッといったらガッと縫い始めた瞬間が目調子変わっちゃいますので、じゃあ量産でそれができるかって言ったら難しいんですけど、イメージはそういうイメージで踏んでいただければいいと思います。三菱のサーボモーターなんだったらゆっくりスタートっていう機能がついてますから、三菱もそうですし、トヨタの本当純正のあれもパナソニックのモーターですけど、ソフトスタートっていうスイッチをパチッと入れといてもらえば、ガッと踏んでも踏み始めがガッと踏んでもうーって出だしてくれるんで、非常に初期の糸調子の狂いが出にくいです。こんな感じですね。なるほど。パッカリングもちょっとロックのパッカリング出てますよね、少し。このロックで若干この寄ってる分で気持ちパッカリング発生してますが、これ後ほど中華アイロンで一発軽く伸ばし入れてアイロンしてあげて、その後中華アイロンで割ってあげると綺麗に上がると思います。なるほど。ちょっと適当ソイグさん、一発やってみてください。今の手つきでやった方がいい、とりあえず。そうだよね。いやいいよもういいじゃないですか。全然我流で OK ですよ。いつものいつも適当ソイグさんが縫うような感じで。縫い方もだってこれが正解っていうのがね、絶対決まってるわけで、これがいいんじゃないですかっていう話で、ある程度の参考であってね。ただ突き詰めていったら大体みんなこのやり方になってくるよっていうね。そう全然別にもう普段やってるようにねやってみていただければ。じゃあもう本当いつもの感じで。いつもの感じで。もうカット。ちょっとミシンのね踏み癖はね。もちろんです。やっぱ踏み慣れてるミシンとそうじゃないっていうのがやっぱだいぶありますね。そうですね。ましてや普通ミシンを縫ってるとこんなみんなに囲まれてカメラで撮られてっていう環境ってないので。ちょっとストップ。これもね、僕の場合は前引っ張ってるけど、適当ソイグさんは少しこっちにねテンションかけて布をちょっと伸ばしてるのが縫った後縮んでくれて糸の遊びが出るので、やはり僕の前に引っ張ってる適当ソイグさんの場合は手前引っ張ってるで、やっぱり原理原則から言ったらこれもねパッカリング対策になってるんですよね。基本的には一緒だって。そうか。パンと貼るっていうことに。パンと貼って縫った後戻ってくれて糸が少し遊ぶ。なるほど。原理原則から言ったらかなりやってる内容近いんですよね。
意外とやっぱりね岡山の重量工場にはいいた経験、生きてますよね。超えてるところが違うだけで、そう糸は一緒なんですよ。はい本当一緒ですもんね縫う時に手間ピッと伸ばしてこう送り込んでいく。うんうん僕の場合は前は僕の場合は2枚ずれ防止の意味もあるんですけど、僕は前を引っ張って手元をちょっとこう引っ張ってこの状態で縫う。基礎的にはねおーさすが重量経験者。はい意外と大丈夫です大丈夫全然 OK。じゃあアイロン行ってみましょう。はいはい。やっぱりさすがやね。いやもう全然もう普通に縫っただけですいやでもねやっぱ手元がそういうやり方が生きとる。意外と緊張しますねですよね。いや絶対そうだと思いますよ。一人で撮るから誰にも見られないからいつもみんなに囲まれて。いやそうっす